本日はお忙しい中ご参集くださいまして誠にありがとうございます。インターネット配信をご覧の皆さん、お待たせいたしました。ただいまよりレッスルキングダム19 in 東京ドーム対戦カード発表記者会見を始めさせていただきます。本日司会進行を担当いたしますテレビ朝日アナウンサーの三谷紬です。よろしくお願いいたします。本日は11月4日エディオンアリーナ大阪大会で行われました試合の結果を受けまして決定した東京ドーム大会の対戦カードを発表させていただきます。プレスの皆様はぜひ幅広くお取り扱いのほどよろしくお願いいたします。それではまずは新日本プロレスリング株式会社代表取締役社長棚橋弘より発表がございます。新日本プロレス代表取締役社長棚橋弘です。本日はお忙しいところお集まりいただきありがとうございます。私から皆様にご報告があります。11月4日大阪大会でのバックステージでの出来事について、ケニー・オメガ選手のコメント終了後ゲイブ・キッド選手が襲撃するという事態が発生しました。本件に関しまして、状況を深く受け止め、社内で協議し、欠場選手への暴行はプロ失格であるという結論に達しました。つきましては、ゲイブ・キッド選手には厳重注意と罰金を課すことを決定いたしました。合わせまして AEW 並びにケニー・オメガ選手には謝罪申し上げます。私からは以上です。ありがとうございました。棚橋社長、ありがとうございました。続きまして新日本プロレスリング株式会社菅林直樹より発表がございます。報道関係の皆様、またインターネット配信をご視聴のファンの皆様、こんにちは。本日は2025年1月4日、レッスルキングダム19 in 東京ドーム並びに1月5日、レッスルダイナスティに関して2点発表いたします。まずは一部対戦カードについて発表いたします。1月4日、東京ドーム、IWGP ジュニアタッグ選手権4ウェイマッチ、第76代チャンピオンチーム、ケビン・ナイト・櫛田組対藤田康生・ロビー・イーグルス組、フランシスコ・アキラ・TJP 組、ドリラ・モロニ・クラーク・コナーズ組、NJPW ワールド認定 TB 選手権3ウェイマッチ、第6代チャンピオン、成田連対ジェフ・コブ対大岩良平、IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、第97代チャンピオン、同期対エル・デスペラード、IWGP グローバル世界ヘビー級、IWGP グローバルヘビー級選手権試合、第3代チャンピオン、デビッド・フィンレイ対辻陽太、IWGP 世界ヘビー級選手権試合、第11代チャンピオン、ザック・セイバージュニア対海野翔太、1月5日、東京ドーム、スペシャルシングルマッチ、ザック・セイバージュニア対リコシェ、以上になります。その他の対戦カードにつきましては、決定次第発表させていただきます。続きまして、東京ドーム大会の放送並びに配信についてです。1月4日、レッスルキングダム in 東京ドームは、例年通り CS テレ朝チャンネル並びにニュージャパンワールドでの生中継が決定いたしました。また1月4日深夜にはテレビ朝日にて新日本プロレス 1.4 東京ドームワールドプロレスリングスペシャルの放送が決定いたしました。そして1月5日レッスルダイナスティは
ニュージャパンワールドが12月に10周年を迎える記念に、これまで新日本プロレスを支えてくださったファンの皆様へ感謝を込めまして、全世界で通常の会員料金にてご視聴いただける形で決定いたしました。会場でも、そして放送配信でも、多くの方に歴史的なイベントとなる東京ドーム2連戦、1.4 レッスルキングダム、1.5 レッスルダイナスティをお楽しみください。私からは以上です。ありがとうございました。菅林会長、ありがとうございました。それではここで先ほど発表がありました選手にご登場いただきます。まずは IWGP ジュニアヘビー級選手権試合に決定しました両選手の登場となります。まずはチャレンジャーエル・デスペラード選手の登場です。続きまして5度目の防衛戦となります第97代チャンピオン同期選手の登場です。それではまずチャレンジャーエル・デスペラード選手よりコメントを頂戴いたします。後ほど報道関係の皆様による質疑応答の時間を設けておりますので、ご質問はその時にお願いをいたします。それではデスペラード選手、よろしくお願いいたします。挑戦者のデスペラードです。同期選手がチャンピオンで俺が挑戦者っていうシチュエーションは非常にいいなというところから広げようと思ったけど、今のところ何も思いつきません。実際、私自身今欠場中でして、でこの間、大阪大会の、ジュニアのシングルのタイトルマッチの直後に上がって思いの丈を全部ぶちまけました。なので言いたいことは全部あそこで言っちゃったんで、質疑応答の時に何か聞いていただけたら新しくお話しすることはあると思います。自分の気持ち、今まで、溜め込んだ部分というのはもうあの段階に全てお話ししたんで、申し訳ないけど YouTube なりワールドなりで一度確認していただくと嬉しいです。あと、これは、タイミングがちょっと難しいんですけど、あと2ヶ月ある状態というのは、ここから、僕の場合ですけどね、その試合に対して自分の気持ちであり、いろんなものを練り上げていく時間だと僕は思っているので、はい。なので直前になると多分今ここでなんか思いついたかっこいいことを言いましたとか、こう言ったら受けがいいかなみたいなことをパンパンパンって並べたところで、そこに僕の気持ちっていうのは載ってなくて、どうせ
年が明けたら多分全然関係ないこと言ってると思うんで、聞いていただけたらお話できると思います。ありがとうございました。デスペラード選手、ありがとうございました。続きまして東京ドームで5度目の防衛戦に挑みますチャンピオン同期選手、コメントをお願いいたします。第97代 IWGP ジュニアヘビー級チャンピオン同期です。俺は今日ここに座るまで4つの防衛戦をなんとかクリアしてきました。9月から始まって2ヶ月の間に4つの防衛戦、どの相手も本当に最強の相手でした。石森泰治、金丸義信、翔、そしてマスターワト、全然違ったタイプのどの選手も本当に最強のチャレンジャーでした。そして今回東京ドームで当たるのがエル・デスペラード。隣に座ってるエル・デスペラードとは、今までいろいろありました。皆さんご存知だと思います。ただチャンピオンとして今の気持ちを述べるとすれば、今までの続きをやるつもりはありません。欠場していても最も影響力のある選手である一人のエル・デスペラード、そのエル・デスペラードをチャンピオンとして迎え撃つ。まだまだ2ヶ月も先ですが、すでにむちゃくちゃワクワクしてます。エル・デスペラード同期の試合、 IWGP ジュニアをかけたシングルマッチ、めちゃくちゃ楽しみです。そしてこの試合はどの試合にも負けるつもりはありません。この試合で、いや、すでに証明しているんですが、この IWGP ジュニアの試合が世界最高だっていうことを改めて世界に発信していきたいです。同期選手、ありがとうございました。それではここで記者の皆様によるご質問をお受けいたします。ご質問がある方は挙手の上、媒体名とお名前をお願いいたします。なお本日は会見後の囲み取材は予定しておりません。ご質問はこの場でお願いをいたします。それでは挙手でお願いいたします。では前の方ですね。はい、新日本プロレス公式のマシモです。デスペラード選手に伺いたいんですけども、今、同期さんからも4つの防衛戦をクリアしてきたと、この期間、王者としての同期選手というのは、どういうふうにご覧になっていたのか伺いたいと思います。どういうふうにっていうのは難しいですね。僕らにとってベルトというものはやっぱりジュニアの話題の中心であって、僕が思うベルトっていうものはその階級、今回はジュニアですけどの一番素晴らしい試合をする人間ですという証だと俺は思っていて、でタイトルマッチっていうものはそれを担保された
もう面白い試合であるということを確立された試合なんですよ、僕の感覚ではね。でそういう意味で言えばやっぱりベルトを持つにふさわしい内容と、それからやっぱりこの間の僕が帰ろうとしたら結構僕も何回も言ったことあるんですけど、自分が勝ってんのに誰かが入ってきちゃって、でその人が帰る時にその人の曲がかかる。なんとなく流れ的には分かるんですけど、やっぱ勝ったの俺だしみたいなところをちゃんとピッと自分の口で言えたあたりがやっぱなんですかね、少なくとも僕に挑戦して僕に勝った直後の彼にはなかった言動だろうなと思えば、もうすでにベルトを持ってもう彼は変わっていたんだろうなとは思います。でなかなか偉そうに喋ってると俺がすんごい年上のおっさんみたいなんで、この質問は嫌いです。ありがとうございます。他にご質問のある方はいらっしゃるでしょうか。挙手でお願いをいたします。はい、ではあちらの赤いチェックのお洋服の方ですね。週刊プロレスの奈良と申します。デスペラード選手にお聞きしたいんですけれども、この欠場期間中でこのご自身の戦うスタイルといいますか、そういった自分自身の戦い方であるとか、そういった部分に関しては何か変化がというか、違い変えていこうみたいな思いが出てきたりとかもあったでしょうかね。いや特にないですね。今までいろんな形で右往左往して全くうだつの上がらなかった自分がやっと手に入れた形なんで、これを欠場しました、戻りました、帰ってきた途端に新しいすごい必殺技がありますって、そんな少年誌みたいな話はないので、今まで僕が積み上げてきたものは絶対の自信がありますし、そこに同期選手もそうですけど、やっぱ自分が今まで積み上げてきたものっていうのは簡単に変えたくないので、逆にそのスタイルに戻れるか、自分が納得するあの時の自分に戻すのかっていう部分がこの欠場期間の後半の僕のテーマなんで、新しい自分を見せるって気はさらさらないですね。でも、ありがたいことにこのGロソで舞台を経験させていただいて、そこで新しくできた仲間とのコミュニケーションで得た新しい刺激や、やっぱりワールドで見て彼のタイトルマッチなんかを見てやっぱ悔しいわけですよ。自分は動けてない、タイトルマッチができてない、試合ができてない、プロレスラーなのにっていうストレスがやっぱりすごかったんで、そういう部分の爆発がこれからあと2ヶ月くらいですかねの間にうまく練り上げられて、それで1月4日にちゃんといい形で出せればなとは思っています。それを彼も望んでるでしょうし、そんな感じですかね。他にご質問のある方、では岡本さん。東京スポーツの岡本と申しますけれども、同期選手にお伺いしたいんですけれども、デスペラード選手とのタイトルマッチというのはもちろん特別だと思うんですけれども、東京ドームで IWGP ジュニアヘビー級チャンピオンとしてですね、試合をするということに関しての、思いというものがありましたらお伺いしたいです。そうですね、今回僕が東京ドームの、いわゆる本戦と呼ばれるところに上がるのは初めてなんですよ。今までは、第0試合にずっと出てたんですけど、来年ですね、来年は本戦にようやく出ることになるんですよ。ただ、本戦出るから嬉しいとか、そういう気持ちはもう全然なくて、僕は今 IWGP ジュニアヘビー級のチャンピオンなんです。
東京ドーム大会、新日本プロレスの年間で一番大きい大会ですよね。その舞台にチャンピオンとしてしっかり内容も結果も見せる、それだけです。以上で、ご質問はよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは写真撮影に移りたいと思います。両選手はテーブルの前に出てきてください。ありがとうございます。以上で IWGP ジュニアヘビー級選手権試合の会見を終了いたします。選手の皆様ありがとうございました。続きまして IWGP グローバルヘビー級選手権試合に決定しました両選手の登場です。まずはチャレンジャー辻陽太選手の登場です。続きまして5度目の防衛戦となります第3代チャンピオンデビッド・フィンレイ選手の登場です。From the blood
それではまずチャレンジャー辻陽太選手よりコメントを頂戴いたします。後ほど報道関係の皆様による質疑応答の時間を設けておりますので、ご質問はその時にお願いをいたします。それでは辻選手、よろしくお願いいたします。まず最初に G1 で2連敗してる俺に対して、このベルトをかけて戦おう、 1.4 東京ドームでこのベルトをかけて戦おうといったフィンレイ選手に敬意を示したいと思います。やっぱり彼はウォードックスのリーダー、ボスドッグですね。ただ一つだけ俺が気になるのは、ウォードックスっていうのは確かにバイオレンスで残酷なユニットなのかもしれない。ただリーダーのフィンレイは乱入を使ったり武器を使ったり、彼一人だけが小賢しい真似をしてプロレスをしているという点です。皆さんもご存知だと思います。俺も分かってます。彼は新日本プロレスを代表する一人のメインベンターであり、トップレスラーであるということを、今日のこのスーツを見ても彼がトップであるということは誰が見ても納得することだと思います。なので年間最大のビッグマッチ、新日本プロレス最大のビッグマッチ 1.4、 1月4日 January 4th、 東京ドーム大会ではスピード、技、パワー、すべてを正々堂々とぶつけるプロレスが彼とできたらいいなと思ってます。そして最後に、前回の G1 の記者会見で彼が無駄にした3つのマーローのプリン、その恨みがまだ一つ残っていることを忘れないでください。以上です。辻選手、ありがとうございました。続きまして東京ドームで5度目の防衛戦に挑みますチャンピオンデビッド・フィンレイ選手、コメントをお願いいたします。You know what? I am walking on air right now. I am clearly an incredible wrestler. I'm a bona fide genius. I'm the leader of the War Dogs. I'm the global heavyweight champion. I have soared where many have sank, and I have killed where many have died. Quite frankly, I'm living the dream after destroying so many others along the way. But if I can be completely honest for a minute here, this means the world to me. You understand that? See, the thing is, Tsuji, the reason why I am always so hell-bent on revenge on those that have beaten me is because animals, they don't attack strong leaders, but they begin to lick their lips when they see weakness. And my war dogs have never seen that in me, and quite frankly, it is my obsession in life that they never will. And that's the irony of leading Bullet Club. The guns aren't just pointing out, they're pointing in as well. You guys think I didn't know that? So at Wrestle Kingdom, Tsuji, I don't just want to beat you. I don't just want to maim you and destroy you and leave you in a pool of your own blood. No, baby boy, I have to. Because I have to prove to the doubters, and more importantly, my sharp knife savages that I lead, that I am exactly who I say that I am. And I say I'm the best fucking wrestler on this planet. So come Tokyo Dome, I will stop at absolutely nothing to prove that, because hate always finds a way.
今現在自分はなんとなく足元を救われるような中歩いているけれども、信じられないほど素晴らしいレスラーであり、天才であり、ウォードオックスのリーダーであり、そして目の前にはベルトを置かれ、そして、強さを証明してきた男でもある。この事実すべてにおいて自分は夢を生きていると思っています。立ちはだかる敵をすべてなぎ倒し、すべてのものを手に入れて今ここにいる。ただ今ここで一つ、心から正直な思いを言おうとするならば、辻、君みたいな男のリベンジをこうやって受ける寛大さがどこから来てるかわかるだろうか。この寛大さというのは、自分自身がユニットの強いリーダーであることと同時に、自分に向けて銃口を向けているのが、敵のユニットもしくは敵だけではなくて、味方の中からももしかしたら向けられているかもしれないという、そういった自分の中の焦燥感からもある。今回このタイトルマッチをすることによって、自分はこれ以上により強さを証明しなければいけないと思っている。自分にとって誰から銃を向けられているのかというのが今まで分かっていないとでも思っていただろうか。自分はちゃんと気づいていた。レッスルキングダムではそういった今見えない敵を払拭するためにも強さを証明し、そして自分の強さに疑いを持っている人たちに対しても証明していかなければいけないことがたくさんあると思っている。ベストレスラーであるためには戦い続ける。そして憎悪の中から全ての道は開かれると思っている。フィンレイ選手、ありがとうございました。それではここで記者の皆様によるご質問をお受けいたします。ご質問がある方は挙手の上、媒体名とお名前をお願いいたします。なお本日は記者会見後の囲み取材は予定しておりません。ご質問はこの場でお願いをいたします。新日本公式マシモです。辻選手に伺いたいんですけども、今回は、挑戦者ではありますけども、王者から指名されたという形になっております。で、この IWGP グローバルヘビー級王座というのは、辻選手の中でどういった位置づけ、どういった印象があるのか、よろしくお願いします。IWGP グローバルというのは、IWGP ヘビー級のベルトが、統合されて、今まであったインターコンチの代わりにできたベルトだと思っています。なので自分の中では IWGP、現ヘビー級 IWGP 世界ヘビー級のベルトが新日本プロレスの中ではトップだと思っています。ただ4月に内藤さんに負け、8月 G1 決勝でザックに負け、今現状俺に IWGP 世界ヘビー級に挑戦する資格は自分自身でもないと思っています。ただこうしてフィンレイからこのベルトをかけて戦おう、そういうふうに言っていただけたので、自分はその覚悟に自分の覚悟を持って精一杯応えるつもりですし、このベルトを、この白いベルトを彼にこれ以上汚さないでほしいと思っています。そしてこのベルトを俺は自分のやりたいことを叶えるために使う、その一歩にしたいと思っています。以上です。ありがとうございます。他にご質問のある方はいらっしゃるでしょうか。手前の。新日本オフィシャルで、to Finley, regarding Tsuji's comments that he wanted to fight fair and square on January the 4th, I think we saw it in Osaka that you would take any means necessary for a win. How do you react to Tsuji's comments earlier? 選手のコメントを受けてという話です。It's funny that you would even consider that I would fight fair and square. See, I am a Finlay, first and foremost. And Finlay's
have been running this wrestling world for a very long time. And my father told me a long time ago, son, you win by any means necessary. And on the biggest stage of them all, when last year I walked out of the Tokyo Dome as global heavyweight champion, I would like to repeat that. So you're damn right, Chris, I will win by any means necessary. I don't care if that means I got to break your neck, your spine, your arms, your legs, does not matter. I will walk out global champion. 正々堂々と、辻さんの挑戦を受けて戦うのかという質問だったんですけれども、面白い質問だねと。正々堂々ってどういうことで、自分自身デビッド・フィンレイとして長年プロレスをやってきて、そして父に言われたことがある。勝つならば何としてでも勝て。この一言をチャンピオンとして実現するのならば、そして、昨年のレッスルキングダム同様にチャンピオンとしてリングを降りるためならば、どんな手を使ってでも勝ちを上げようという気持ちでいます。必要ならば首、腕、背骨、どこでも破壊して勝ちを上げたいと思っています。他にご質問のある方はいらっしゃるでしょうか。ありがとうございました。それでは写真撮影に移ります。両選手はテーブルの前へご移動をお願いいたします。ありがとうございました。それでは写真撮影は終了となります。以上で IWGP グローバルヘビー級選手権試合の会見を終了いたします。選手の皆様ありがとうございました。続きまして IWGP 世界ヘビー級選手権試合に決定しました両選手の登場です。まずはチャレンジャー海野翔太選手の登場です。続きまして3度目の防衛戦となります第11代チャンピオンザック・セイバージュニア選手の登場です。
それではまずチャレンジャー海野翔太選手よりコメントを頂戴いたします。後ほど報道関係の皆様による質疑応答の時間を設けておりますので、ご質問はその時にお受けいたします。それでは海野選手、お願いいたします。はい、新日本プロレスラフネック海野翔太です。ザックさん、大阪アフターメイン I'm so sorry。 確かに先に手は出されたけど、自分自身も熱くなってザックにデスライダーしてしまったことはちょっと申し訳ないって気持ちはありますね。ごめんなさい、すいません。ただ自分が挑戦表明して形となって退場した後にリコシェが出てきて奇襲して挑戦決定っていうのは自分の中では許せなかったですし、一度ライオンマークを捨てて出てった人間がヘビー級で実績も残してない、結果もない、そんな人がのこのこ新日本に帰ってきて奇襲しただけで自分のタイトルマッチを消化試合かのように次は俺だって言われた現状が許せなくてあの行動に出ました。あとはザックさんがコロナ禍でも新日本が苦しい状態でも日本に残ってくれて新日本プロレスに貢献して一生懸命頑張ってきた姿っていうのは自分はずっと見てきましたし、海外でイギリスにいる時に気にかけてくれてたことも自分はずっと覚えてます。ライオンマークに対して新日本プロレスに対してここまで愛を持ってくれてるチャンピオンに僕は誇りを感じますし尊敬してますし、真正面からぶつかって勝ちに行きたいと本気で思ってます。実績だ結果だとか東京ドームのメインイベントのカードが弱いとか心の底でふざけんなと思ってますよ。岡田さんがいなくなってオスプレイがいなくなってタマさんもいなくなってこれから新日本プロレス若い世代が引っ張っていかないとダメでしょう。5年後10年後実績がある結果があるメインに立ってる選手だけで回してて未来もクソもないでしょう。このままブーイングやプレッシャーに潰されて終わるのか、はたまた自分が信じた道をしっかり貫いて戦っていくのか、しっかりと海野翔太に注目しておいてください。海野選手、ありがとうございました。続きまして東京ドームで3度目の防衛戦に挑みますチャンピオンザック・セイバージュニア選手、コメントをお願いいたします。 Here we bloody go. Tokyo Dome season. Shota, I accept your apology. But at the time, I was quite angry. But in retrospect, I'm very happy because you actually showed some bollocks and some intelligence. Now, some people might be doubting why Shota is the challenger. But I completely accepted his challenge for many reasons. I've been involved in New Japan since Shota's basically debut. I wrestled him when he was a young lion. I wrestled him in the New Japan Cup upon his return, and he beat me in this year's G1 at the height of my career. He might not have had the most successful of recent times, but Shota will be the future of New Japan one day, and there is no doubt that he will be champion, but it will not be happening at the Tokyo Dome. But it is very important that next year's Tokyo Dome is a first-time main event match. This is a change for New Japan. And at some point, Shota will be the one leading it, but right fucking now, it's Zack Sabre Jr. I had 3 goals for this year: G1 Climax, IWGP World Heavyweight title, Tokyo Dome main event. Most wrestlers aim to achieve those 3 things in their entire career.
I'm going to do it in 4 fucking months. My career is just beginning. But I solidify myself as the absolute top by not only beating the next generation, but by being the first foreigner in Wrestle Kingdom history to not only enter as champion, but to leave with the fucking belt. 東京ドームのシーズンがやってきました。翔太、許すよ。当初は怒ってたけど、そうやって気持ちを見せてくれたことには感謝します。で、今回のこの対戦にあたって、海野選手が自分の対戦相手、挑戦者になることについて、疑問を持っていた人たちもいると思いますが、そういった疑問は自分の中では一つもありませんでした。海野選手のことは、自分自身が新日本に入団した当時からずっと見ていて、多分デビューした頃から同じリングに立っていました。ヤングライオンでも試合をしましたし、ニュージャパンカップ、そして、G1 でも大切な一戦で、海野選手の方に分のある、戦いをされてしまったりということもたくさんありました。翔太海野という名前は新日本プロレスの未来であり、将来的にチャンピオンとなり新日本プロレスを率いていく新世代であることは疑いがないことだと思いますが、彼がチャンピオンになるのは次回の東京ドームのリングの上ではありません。自分自身の初めてのメインイベント、そしてここから新日本プロレスは変化の時を迎えることでしょう。今はザック・セイバージュニアがチャンピオンでいるべき時であると考えています。今年3つの目標がありました。G1 クライマックス優勝、IWGP ヘビー級のベルト獲得、そして東京ドームのメインイベント。この3つは普通のプロレスラーならば自分自身のキャリアの長い時間の中で一つ一つ叶えていくものかもしれませんが、自分は4ヶ月でその全てを達成することになります。こういった自分の目標を全て叶えた上で自分のキャリアは改めて始まっていくと思っています。まだまだ始まったばかりです。新世代に時代を委ねていくということが将来的には起こったとしても今ではありません。自分は東京ドームに外国人としては初めてチャンピオンとしてリングに上がり、そしてチャンピオンとしてリングを降りる、その初めての選手になる予定です。ザック選手、ありがとうございました。それではここで記者の皆様によるご質問をお受けいたします。ご質問がある方は挙手の上、媒体名とお名前をお願いいたします。なお本日は会見後の囲み取材は予定しておりません。ご質問はこの場でお願いをいたします。はい、新日本公式マシモです。海野選手に伺いたいんですけども、G1 優勝以降、ザック選手の勢いというのはすごいものがあると思います。そして、RPGP までたどり着いてしまった。そして今、試合のスタイルもサブミッションだけにこだわっているわけではなくて、いろんな高木戦とかを見ても、いろんなスタイルも取り込んだ形のまた違う形になっていると思うんですけども、改めて今の王者ザック選手というのをどういうふうにご覧になっていますか？はい、僕からしたら、岡田さんだったりオスプレイがいた当時からザックはなんで IWGP 王座じゃないんだって疑問はずっと思ってましたし、全然チャンピオンになれるレベルの選手だと当時は思ってましたし、なるべくしてなったんじゃないかなと思いますし、試合を通してサブミッションに目が行きがちですけど、打撃の強烈さだったりうまさだったりテクニックっていうのはずば抜けてるんで、抜け目ないなと。穴を探すのも大変だと思いますし、以前コメントでも言ったことあると思うんですけど、自分が1個2個先を考えたとしても2個3個先を読んで返してくるのが当たり前の選手なんで、めちゃくちゃリスペクトもありますし、そういう相手だからこそ正面からしっかりと叩きのめしたいなと思いますね。ありがとうございます。他にご質問のある方はいらっしゃるでしょうか。はい、新日本オフィシャルで、for Zach, I think if this is the main event, then it would be a very, very rare situation where neither champion nor challenger has ever main evented in the Tokyo Dome before. Between this as well as Ricochet the next night, how do you feel about kind of the responsibility of main eventing potentially twice
for the first time? Well, I think it's fitting that it'll be within the same period, having been part of the freshest G1 finals in years. Both myself and Suji had neither been in a G1 finals before. So I think it's fitting with this part of my career that I'm also ushering in, a completely fresh slate. I mean, it's obviously a big jump up. I've been on every Wrestle Kingdom since I joined New Japan, so this will be my 8th one. But it's obviously going to be my, first main event, and it's my first IWGP Singles Championship, let alone the first time holding the World Heavyweight title. But when I set my goals for this year, the entire purpose was to reach the top. And there is no doubt that main eventing, defending the championship back-to-back nights in a rare double dome will be the solidification that I am the best wrestler in New Japan, the best wrestler in the country, and then the best wrestler in the world. So that's the motivation. But the Tokyo Dome will just be the start. This is not the pinnacle of my career. Like, I genuinely am just getting started. But Tokyo Dome is the beginning of that next chapter. 今回2人とも東京ドームでのメインイベントが初めてであるということ、そして 1.4 でのメインイベントが終わってそこで勝っているのならば翌日にも東京ドームでメインイベントのリングに上がる可能性があるということで、とてもレアな状況になっておりますが、そういった大役を務めるという責任感についてという質問でした。今こういった大きな状況が自分にとって同じ短期間の中に起こっているというのが、ただの事実であると。で、とてもフレッシュな状況であるとも思います。G1 もそうでした。決勝戦では辻と自分という2人ともファイナルの舞台には立ったことがない2人がファイナルで戦うということになりました。ただ、自分のキャリアを見るに、今こういった新鮮な、初めての選手たちが大きな舞台を任せられるという状況っていうのはとても違和感がなく受け入れられるものだと思っています。レッスルキングダムは新日本プロレスに入団してから毎回出ているので、今回が8回目になります。やっとメインイベントですけれども、 IWGP シングルでのヘビー級のタイトルマッチもろもろ全てにおいて初めてということで、自分にとっては何の違和感もなくできているというのは正直なところですが、先ほども言いましたけれども、立てた目標というのは自分のキャリアの頂点を見据えての目標ではありませんでした。自分自身この目標を達成したことでようやく次のチャプターに向けてのスタートを切れると思っています。そういった目標でした。なのでまた新たな東京ドーム、もしかしたら2日間連続でメインイベントのリングに上がるということで、自分のこのポジションを新日本プロレスのみならず、世界中のプロレスの中で確固たるものにすることができる大事な2日間になると思います。ありがとうございます。他にご質問のある方。海野選手お伺いしたいんですけれども、東京スポーツの岡本です。東京ドームのメインイベントに立つことっていうのはおそらくプロレスラーになる前に一つ非常に大きな目標だったと思うんですけれども、その憧れた舞台に立てるということに大きな喜びもあると思うんですけれども、逆にこの今の状況で東京ドームのメインで IWGP に挑戦するということに対してファンからの厳しい声もあって、プレッシャーにもなっていると思うんですけれども、そういう、自分自身のその喜びの部分と重圧の部分というのはどういうふうに受け止めていらっしゃいますか。はい、率直な感想はやっぱ嬉しいですよ。1年に2人しか立てない舞台なので、やっぱレスラー全員がそこに憧れを持って戦ってると思いますし、そこに自分が入るっていうのはすごい嬉しいと思いますけど、その舞台に立つにあたって、自分がふさわしくないとか実績結果が残せてない選手が上がれるのはどうだろうねっていう声はやっぱ耳にしますし、でも大阪の後に誰も出てこなかったのが全てなのかなと。僕は出てくるんであれば
挑戦権かけてシングルやってもいいと思ってますし、まあ次のタッグリーグですか、明日からのボストンもそうですし、タッグリーグもそうですし、ドームのメインが決まったから出ないってわけではなくて、僕は出る気満々でいますし、まあそれだったら奇襲の一つでもやってほしかったかなっていうのは思いますね。でも現状見た段階で誰がザックに挑戦するのが一番ふさわしいのかなって見たときに、一番は G1 で勝ってるっていうのはでかいのかなって、もうそれだけです。他に文句があるんだったら僕の目の前に立ってシングルやりましょう、それだけです。他にご質問のある方はいらっしゃるでしょうか。サック選手にお伺いしたいんですけれども、今日1月5日の、カードで、リコシェ選手のスペシャルシングルマッチも、発表になったんですけれども、この試合で防衛に成功した場合、その1月5日の試合もタイトルマッチを戦いたいという思いはありますか。すいません、誰？すいません、東京スポーツの岡本です。申し訳ないです。Well, it was quite a surprise to see Ricochet in Osaka. It was even more of a surprise to see a man in a suit and dress shoes leaping off the top rope and flying right at me. And it was also quite dazzling because the shine from his head was reflecting off the lights. So I was not only dazzled and blinded by the sheer height of him jumping from the rafters, but I was also blinded literally as well as figuratively. But it was lovely to see Ricochet back. Obviously, he has a lot of history in New Japan. He's been gone for a little while. Some New Japan fans might not realise, but Ricochet and I have wrestled basically all over the world. The UK, America, Australia, Germany. So I think it's only fitting that we finally have a singles match in Japan. And like I said before, I can only take it as a compliment. I'm so flattered, Ricochet, that you want me. But it's because I'm the IWGP World Heavyweight Champion. So everyone should be gunning after me. And yes, when I defeat Shota Umino, then we will make it a title match. And it might be an unexpected title match, but in the same theme as this year is a fresh start for New Japan and my era of ushering in New Japan to the future. We're doing some different and fresh things, and it's going to be fucking brilliant. 大阪でのリコシェ選手の奇襲はなかなかのサプライズでした。何がサプライズかって奇襲ではなくて、スーツに身を包んだリコシェが突然上から飛んでくるという、それにびっくりしました。彼の頭に照明が反射して文字通り目が見えなくなりました。とはいえ彼が新日本プロレスのリングに戻ってくるというのはとても嬉しいニュースだと思います。この会社の中でも素晴らしい功績を残した選手の一人だと思います。で、プロレスファンならばご存知の方も多いと思いますけれども、自分とリコシェの2人はイギリスやアメリカ、オーストラリア、ドイツと各国で戦った経験があります。そんな2人が日本でシングルで戦う、これは悪くないアイディアだと思います。というかむしろ彼の方から戦いたいというふうに申し出をしてきてくれるなんて、それは最高の褒め言葉であると思います。IWGP のヘビー級のベルトを持った自分だから誰もが狙ってくるのは間違いないことですけれども、嬉しいことでした。で、質問にあった通り、海野選手にもし 1.4 で勝つことができたら、翌日のリコシェ選手との試合はタイトルマッチになります。予想外の試合になったかとは思いますけれども、ここでまた新日本にとっての新時代、そしてザック・セイバージュニアの時代を新しく切り開く、ここで開幕するためにもまた少し新鮮な風が吹くのはいいことだと思います。他にご質問のある方はいらっしゃるでしょうか。
新日本公式です。海野選手に伺いたいんですけども、今、その1月5日ちょっとは、ザック選手とリコ選手のスペシャルシングルマッチが決まったと。で、これもちろんその海野さんはベルト取りに行くと思うんですけども、どうでしょう、この1月5日、海野さんの中ではこの相手と戦いたいとか、そういう何か、胸に秘めているものとかあれば、もし言える範囲でいいんですけど、もしお願いします。ジョン・モクスリーですね。その理由というのは、一部言ってると思うんですけど、ただ単に今の彼のやり方が気に食わない。今のスタイルが大っ嫌い。正直何が起きてるかわからない。戦って確かめたいなっていうのは思います。ありがとうございます。他にご質問がある方はいらっしゃるでしょうか。よろしいですか。はい、テレビ朝日の櫻井です。田無社長が記者席からお二人のコメントをうなずきながら感慨深げに聞いていらっしゃいましたけども、この 1.4 東京ドーム、会社もファンも新しい新日本プロレスの姿、スーパースターの誕生を待ちわびて皆さん見に来ると思います。その中でまず敬意を表してチャンピオンからお聞きしますが、お言葉にもあった 1.4、1.5 チャンピオンとして2つ取れば、それは文字通りスーパースターへの一つの大きな一歩になると思いますけども、改めてこの 1.4 東京ドームのメインに立つ強い覚悟、強いメッセージをファンに向けてお願いできればと思います。My determination is to not only prove that I'm the best wrestler in the world, but it's to prove that New Japan Pro Wrestling is the best wrestling company on earth. There's been some changes recently. There are some people that aren't here anymore, but right now in New Japan, we have more young, skilled wrestlers than in any other moment in history. And possibly for any company, but in New Japan's history right now, we have the most options for incredible young wrestlers. I will be beating Shota Umino for the championship, but I'll be bringing him up to the top with me. Shota will be champion one day, and he's going to be able to become champion because the match that we will have and the professional wrestling that I'm going to teach him in the ring will give him all of the tools that he needs to become a champion in the future. But right now, and in his defense, Shota's career is much shorter than mine. This is my 20th year as a professional wrestler. There should be a gap. There should be a big fucking gap. I've dedicated my whole life to the art of technical wrestling. But I'm not going to restrict myself solely as a technical wrestler. And I've adapted and broadened my horizons. So it is truly time for me to become the best wrestler in the world, and the Tokyo Dome is the beginning of that. 自分の覚悟、意気込みというのは、自分自身が最強のレスラーであるということを証明するのではなく、新日本プロレスという団体、会社がこの地球上で最高の団体であるということを証明するということだと思います。さまざまな変化があった1年でした。新日本プロレスから離れた人たちもたくさんいます。その代わり、若手のスキルあるレスラーが増えたことも確かです。これまでにないほど若手のオプションがあるというように考えています。海野選手のことはもちろん倒すんですけれども、ここから引き上げるのも自分の役割だと思っています。海野選手は必ず将来チャンピオンになる選手です。そのチャンピオンになるための手ほどきをリングの上でしたいと思っています。プロレスラーになって今年で20年目、もちろん海野選手と自分にはキャリアだけではないさまざまなギャップが差があると思います。20年間をテクニカルレスリングに捧げてきたこの人生です。今自分自身がトップに立つ時期
であるということはもちろんですけれども、そうやって引き上げ、そして海野選手にチャンピオンになるとはどういうことかということも手ほどき、そして伝授できればと思います。ありがとうございます。海野選手、そんな偉大なチャンピオンに挑む1.4のリング、先ほど若手が台頭しなければという話もありましたけれども、改めてこの世代の一番手としてドームのメイン IWGP の世界ヘビーに挑む覚悟をお願いします。はい、東京ドームのメインイベントって舞台は年間通して一番大切な試合だと思っているので、そこに立つ、選ばれたっていうのはしっかり自信を持つと同時にプレッシャーや責任もしっかり持って挑みたいって気持ちはしっかり持っています。ただもう次を見据えたかのように手ほどきするとか舐められてますけど、全部ひっくり返してやるよって、ザックに分からしてやるよって、今までやってきたことは間違ってなかったっていうのを全てぶつけて、自分が 1.4 の東京ドームのメインイベントに東京ドームのメインイベントの後にベルトを掲げて立っててやります。ありがとうございます。お二人のメインイベント楽しみにしてます。ご質問はよろしいでしょうか。ありがとうございました。それでは写真撮影に移ります。両選手はテーブルの前にご移動をお願いいたします。ありがとうございました。以上をもちまして IWGP 世界ヘビー級選手権試合の会見を終了いたします。選手の皆様ありがとうございました。以上をもちましてレッスルキングダム19 in 東京ドーム対戦カード発表記者会見を終了いたします。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。報道関係の皆様には本日の内容につきましてお取り扱いのほど何卒よろしくお願いいたします。皆様本日はお忙しい中ありがとうございました。